イランとアメリカの停戦合意、使用できますか？イスラエルはどうなしくなりますか？不安です。59日ぐらいまでは何もしないと思います。イランの経済制裁が終わって、イランが石油輸出できるようになるので、結構やりたい放題イランがやって、でその後にイスラエルが何かやらかすとかで、その時にイランがイスラエルに対してやり返した方がいいのか、イスラエルほっといた方がいいのかっていうので、逆にだから今イランとアメリカの問題というよりはイスラエルの問題だと思うんですよね。イランが悪い国だよねっていう風に出したんですけど、この後イスラエルがやり続けると多分イスラエルが悪い国だよねっていうことになる可能性があって、アメリカのそのキリスト教支持団体的な人たちとイスラエルの関係性っていうので、イスラエルがコントロールをしている面があったと思うんですけど、そこら辺のパワーバランスが崩れる可能性がある気がしていて、でそれが崩れるとむしろそのイスラエル崩壊の可能性はあるんじゃないかなっていうふうに、世界のどこかに悪者がいるんだろうって考えると、イラン悪いよね、アメリカ悪いよねだったんですけど、戦争をやめると、じゃあそこで攻撃し続けてるイスラエル悪いよね、レバノン悪いよねもあるんですけど、レバノンとイスラエル悪いよねになった時に、結局そのイランはじゃあ停戦をしましたと、レバノンのヒズボラもじゃあ停戦するわ、なのでお前ら出てけよって言った時に、イスラエルってレバノンから出てく気ないんですよね。なので出てかないイスラエルが悪いじゃんっていう風になる可能性はあるんじゃないかなと思うんですけど、トランプはイラン戦争でわざと起点にして今のシステムを壊して新たに付き合い方してるんですか？いいえ、違います。短期でなんとかなると思ったら全然なんとかならなかったわっていうのをロシアがウクライナを攻めた時にやったんですけど、全く同じことをアメリカの大統領もやったってことだと思います。ベネズエラがうまくいったからいけるっしょと思ってやったら全然思い通りにならなかった。なので割とその独裁国家というか超大国で武力のあるところは思い通りになると思いがちなんですけど、非対称の戦争の時代だと武力があっても思い通りにはならないっていうね。長期に行くんじゃないかと思ってるんですよ。これがなんで長期に行くんじゃないかと思ってるかというと、こうなったらアメリカが撤退するぞというラインをアメリカが今のところ作れてないんですよ。ミサイル撃ったら終わりでっていうのであれば、じゃあアメリカ撤退ってなると思うんですけど、無条件降伏をするまで進めるとトランプ大統領言っちゃったんですよ。これで無条件降伏しないでやめたって言ったら、アメリカ負けたじゃん、トランプ弱腰じゃんになっちゃうと思うんですよね。トランプさんって社会がどうこうとか世界がどうこうとか多分関係なくて、自分のプライドとかアメリカにとってこうなった方がいいよねっていうところでやってると思うんですよ。長期的にそのイスラエルとアメリカが仲いいですと。で、イスラエルと敵対するような国家がいなくなった方がアメリカにとって得だよね。アメリカに敵対するような国がなくなった方が得だよね。敵対する思想を持っている国で核を作ろうとしているような国っていうのはない方がアメリカにとってはいいわけじゃないですか。なので、トランプ大統領の思惑自体は僕もわかるんですよ。例えばその北朝鮮という国が日本と敵対するというのを明確に決めていて、原子力爆弾作ってるんだったら、やっぱりワンチャン北朝鮮なくした方がいいじゃんって日本で思う人多いと思うんですよね。国をなくすってどういうことなのかってすごく難しいんですよ。ベネズエラの場合はトップさらいました。国が変わればいいよねなんだけど、トップが決めてるだけじゃなくて、イスラム教という宗教で物事を決めてる国なんですよね、イランは。キリスト教の国とイスラム教の国が戦ってる時に、キリスト教の国がイスラム教の国のトップをバンバン押しました。絶対やり返してやるって思ってるイランの人もやっぱりいるんですよね。で、そこでキリスト教の国のアメリカ人がイランの国のトップこれだ。で、キリスト教の俺たちが決めたトップが国を支配して、お前ら国民はその通り動けよ。って言ったとしても、やっぱりイスラム教徒の人はふざけんなってなると思うんですよ。なので、そのアメリカのそのトップをしてトップをすげ替えた、それでイランの国民9000万人がアメリカの思い通りになるかっていうと、僕はやっぱりならないと思うんですよね。長期戦に持ち込むっていうのはもうイランは割と考えていて、そもそもアメリカと戦って勝てるとは思ってないんですよ。アフガニスタンとアメリカって何年か前まで戦争してたんですよ。どちらが勝ったかご存知ですか？アフガニスタン VS アメリカ。世界で一番多く軍事予算を持っている国がアフガニスタンを思い通りにしてやるぜって言って空爆もするし地上軍も送ってずっと戦争をやってたんですよ。で、アフガニスタンとアメリカってどっちが勝ったかっていうとアメリカが撤退したんですよ。なのでアメリカってアフガニスタンですら思い通りにできなかったんですよ。アフガニスタンって人口どれくらいだったっけ？そんなに多くないだったっけ？4200万人
なので、イランはアフガニスタンの倍の人数いるんですよね。アフガニスタンも山岳多いから、なかなか家が増えて難しいよねっていうのがあって、ちなみにね、アフガニスタンってね、イランの隣なんですよ。アフガニスタンがなんで強かったのかっていうので、中国が裏から支援してたんじゃねって話は結構あるんですよ。なんでかっていうと、アフガニスタンと中国って陸路で繋がってるんですよね。アフガニスタンとイランも陸路で繋がってるんですよ。アフガニスタンにすら勝てなかったアメリカが9000万人いて石油もある国と戦って勝てるかっていうと結構大変だと思うんですよね。この勝てるというのを撤退しないというのでいくと地上軍を持ち込まないと無理なんですよ。いくらミサイル撃ったとしても海峡のところにタンカーがいっぱいいてそのタンカーがミサイル撃たれたりしたらとんでもないことになるからタンカー動かないってなってるんですけど、そこのじゃあ海峡の距離っていくと北海道から沖縄ぐらいの距離なんですよ。そこにミサイルランチャー持ってるやつが一人わーっといってボーンって撃っただけでもうタンカーってすぐ穴開くんですよ。ミサイルランチャーじゃなくてドローンでもいいんですけど、北海道から沖縄の間にドローンかロケットランチャー1個持ってるやつが1人でもいた時点でこの海峡は危険だよねってなっちゃうんですよ。Google マップとか地上で見たらここだけアメリカ守ればいいじゃねえって思うんですけど、実際はめちゃくちゃ広いんですよ。ロケットランチャーと思った兵隊が北海道から沖縄までの間に一人もいないようにコントロールしてください。地上軍は投入してはいけませんってなってできるかっていう話なんですよ。昔からそのイランってもうアメリカと戦争するっていうのは分かっていたので地下トンネルめちゃめちゃ掘ってるんですよ。ガザ地方も掘ってるんですのと一緒で、なので上からいくら衛星で見たとしてもどこに人がいてどういう風に物を運んでるかっていうのはやっぱ分かんないんですよ。普通の農業用のトラックでかぼちゃを運んでるように見せかけてどっかでその八百屋で下ろしてでも八百屋が地下トンネルに繋がっててそこでなんか RPG 渡してますっていうのやっぱ分かんないんですよ。なのでこれを完全に防ぐというのはやっぱり僕地上軍を投入しなきゃできないと思うんですよね。で地上軍を投入したらアメリカはマジで大変なことになると思うんですよ。地上軍って一切犠牲を出さないでコントロールするってやっぱできないんですよ。自爆する人とかもいるので。なのでそうするとじゃあアメリカ兵の犠牲が出てアメリカ兵の犠牲が出た時にアメリカがこれイランで俺たちなんで戦争してんのっていう風になると思うんですよね。ってなるとなかなか選挙で勝つのは難しいよねっていう。ホルムズ海峡が閉鎖されるままだと多分他の国もそういう形になって世界中の石油の流通量自体が減っちゃうんですよね。世界中の石油の流通量が減って世界中で原油の値段が上がっていろいろ困るよねってなるのがまずいので、アメリカ様の考えた方策というのがロシア石油売っていいことにしようぜっていう。ロシアって経済制裁してるので石油売っちゃダメだよねっていう風にしてるんですけど、でもこっそりインドとか中国とか買ってるんですけど、これがもうロシア石油売っていいことにしようぜってなるともうロシアウクライナ戦争ロシア勝ち確定なんですよ。世界中で価格が上がってるところでロシアが独占してすごい高い価格で原油売りまくるっていう。いやいや経済制裁世界中でやってるのこれいいんすかっていう。イランとアメリカが戦争したいからロシアの経済制裁やめるわってどうなのみたいな。とはいえ世界中の人たちっていうのは石油は欲しいので石油ないと本当に人死んじゃうんでね。多分世界中で石油不足、ナフサ不足、エチレン不足によって死者が増えるよねっていうところになった時にアメリカさん何やっちゃってんのっていうのになる確率が高いんですよね。なのでイラン・アメリカ戦争はアメリカに対して反発する勢力が増えるのが結構早い。イランは長期戦でやる気満々であるっていうのを考えるとなかなか長期戦になるとアメリカ難しいんじゃないかなっていう。なんで難しいかというと今年の11月にアメリカ中間選挙あるんですよね。中間選挙でいらんことしやがってっていうので負けるとトランプ大統領は完全にレームダックになってしまうので、そうするともう法案も通せないからなかなか厳しいよねっていう形になってしまうっていうので、なのでイランは時間が味方をするんですけどトランプ大統領は時間がない中でなんとか勝たなきゃいけないんですけど、でそうなると地上軍を持ち込むとアメリカ兵が減ってしまうので次のトランプ大統領が勝てるパターン核爆弾これがね結構あるんじゃないかっていう確率が上がってるみたいで、正確に言うとイスラエルが核爆弾を使うんじゃないかと言われていて、表現忘れちゃったんですけど予想を超えるようなことをやらざるを得なくなりますみたいなことはイスラエルのネタニヤフ首相が言ってるんですけど、イランというのは早く負けを認めないんだったらもっとすごいことするぞって言ってて、イランの核施設と言われてるところから10マイル以内の人は撤退しろみたいなのがそのイスラエルかなんかで言われてるんですよね。で通常爆撃であれば1キロ離れれば十分安全なんですよ。でも16キロ離れるってそれ通常爆撃じゃないことをやろうとしてるよね。イスラエルって別にその
ガザとかでももうやらかしまくってて、世界中からお前どうなってんのって言われてる国なので、ひょっとしたらイスラエルが核を撃つっていう可能性はあるんじゃないかなというふうに言われてで、さすがにそのイランも核撃たれたら全面降伏という可能性もあると思うんですよ。なので、原爆を落とされたりしたら無条件降伏というのは、昔歴史上あったので、イランでもそれをやるっていう可能性が一応議論されていると。っていう状況なんで、あんまり平和にはならないんじゃないかなという気がします。ロシアのウクライナ侵攻から4年が経ちました。すぐ長期化予見されましたが、なぜ分かったの？小泉悠さんが言ってたからです。というのもあるんですけど、結局そのアメリカとイランの戦争の落としどころがないよねっていうのと一緒で、どうやったらこの戦争を終わらせるよねっていうラインが、プーチン大統領の中からないんですよね。ウクライナの方もゼレンスキー大統領の方もない。ドンバス地方を全部上げるから、じゃあもう全部上げるから、そこで停戦にしようね、みたいなのが、ウクライナにあるかっていうと、そこがないと。で、ロシアは、じゃあどうやったら停戦っていうので、全面的にロシアの言いなりになるっていうのであれば、それは受け入れるって言ってるけど、やっぱりその、ロシアに占領されて虐殺された村とかがあるので、それはウクライナ人虐殺されちゃうじゃんっていうのもあって、ロシアとウクライナの落としどころが決まらないままずっとずるずる続いてるんですよ。昔の戦争って一つの国が戦っていて、戦っていくうちに疲弊していって、経済的に破綻して、もう戦力作れないよね。だから昔の日本の場合って、もう兵器作れないよね。飛行機作れないよね。っていうので、もう戦争を維持することが難しいよねっていうので、どんどん追いやられてるんですけど、今回ウクライナに対してヨーロッパがどんどん支援してるんですよ。お金だったり兵器だったりね。アメリカが兵器売らねえよって言ったら、ヨーロッパが兵器を買って代わりにウクライナに投入するみたいなことやってるので、なので、ヨーロッパ経済 VS ロシア経済の戦いになってるんですよ。ロシア経済って原油高が続くと強いんですよ。一応経済制裁はしてるんですけど、中国もインドもロシアのガスとか石油とか買ってるし、ちなみに日本もロシアのガス買ってるんですけど、っていうのもあって、金は潤沢にあると。人が足りないのを北朝鮮から無理やり兵隊借りたりとかってなって、規模は小さくなると思うんですけど、とはいえやっぱりそのロシアは普通に回ってるので、なのでずっと兵隊を送り込むってできるよねっていうのがあって、落としどころがないままずっと続くっていうのになってるんですけど、アメリカとイランもこの落としどころがないままずっと続くっていうパターンになるんじゃないかなと思うんですけど、トランプ大統領が目の黒いうち、2029年までは撤退のカードがないんですよね。なので長期化するんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。